おはようございます。画家のぎそです。今日はちょっと刺激的なテーマで、お届けしようと思います。あなたの絵は売れないんじゃないですかということで、かなり批判もあるかもしれませんけども、ちょっとお届けしようと思います。なんでこんな動画を作ろうかなと思ったかというと、私も長いこと教えるという職業についていたんですけど、しょっちゅう言われるんですよね。絵だけじゃ食っていけないでしょとかね、いうこと言われてきました。すごくこう言われてきて、これに対するこう何か返答はないのかということをやっぱり考え続けてきたんですね。で、私自身ももう25年以上画家という仕事もなりわいにはしてきましたけども、完全に専業ではなく、やっぱりいろんな仕事をしつつ、教える仕事などをしつつやってまいりましたけども、ある程度、実績としては展覧会などもやり、生活絵だけでは完全にできるかできないかわからないですけども、ある程度絵でやっていけるという感じでございます。だからちょっとこういう動画をちょっと撮ってみようかなというふうに思いました。絵だけで食べていけないでしょうと。でもこれってどんな業種でもなんか言えると思いませんかね。例えば好きなことを職にしていくとなると、なかなかそれは難しいじゃないですか。で、ましてや絵っていうのは誰でもできる、本当にペンと鉛筆があれば、今やったタブレット、iPad でもあればできるという、誰でもできるようなことだったりするので、すごく入り口も入りやすいというところはあります。例えばプロ野球選手になろうと思うと、やっぱり高いグローブ買うて、高いバット買うて、そういうチームに入ってとか、それで何年もやって、だいたい18歳から25、6歳ぐらいまでの年齢の間にとかっていう風にあるけど、もう絵の世界って何十歳からでも始めれるし、下手すりゃ4歳、5歳でももしかしてプロになっていけるかもしれない。入り口自体はすごく入りやすいんですけども、中に入っていくとすごく広いし多いというところがあるんじゃないかなというふうに思います。今の時代やったらもちろん世界にもつながっていけたりもするので、そういうところもあるのかなというふうに思います。でも絵では食べていけないって言われる、じゃあなぜかということを少し私の中で、ヒントになれば、そして皆さんに何かヒントになればと思って今日は動画を作っていこうと思います。で、普通に考えてほしいんですけども、美術とか芸術が皆様の生活にどれだけ必要ですか？で、おそらくこの動画を見ている人っていうのは必要やっていうふうに言うとは思うんですけども、じゃあ全人口の中でどれぐらいの割合必要でしょうかね。私のイメージとしては 10% ぐらいかなと。いや、下手すりゃもっと以下じゃないかなというふうに思うんですね。で、例えばご飯を食べるとか洋服を着るとか、全人口必要なことっていうのにはやっぱり仕事というのはたくさんありますよね。飲食店があったり、洋服を作るであったり、住まいであったり、アパートメントであったり、家であったり、衣食住なんていうのはやはりすごく多かったりする。それ絶対必要なこと。でも芸術とかサブカルチャー的な、例えば漫画とかアニメとかっていうのはもっと多いんじゃないかなと。アニメとか。もう下手すりゃ 20% とか、ゲームとかも入れていったらね、30%、いやもう 50% ぐらいもしかして。だからこういう業種というのは非常に必要な人材というか、必要人数っていうのは必要なかもしれないので、仕事というのはあるのかもしれないですけど、ファインアートと呼ばれるような、本当に純粋美術とされるような、美大とかでやっているような油絵家とか日本画家とか、そういうジャンルになってくると本当に一握りになってくるというところがあるんじゃないかなと思います。で、やっぱりそこのもう 10% で 10% の中に描く人というのと、それを例えば飾る人とっていう風にまた分かれていくわけですね。もうとにかくすごく狭いジャンルやったりすると思うんですよ。で、描く人と飾る人とかもう狭いジャンルの狭いジャンルだから、やっぱ基本的に食うのっていうのは難しいぞっていうのは当たり前に思っといたらいいと思うんですね。スポーツが好きな人やったら、もしかしてやる人に関しては 0.1%、プロは 0.1% かもしれませんけど、ね、見る人に関しては 20%、サッカーとか野球とか、ね、バスケットボールとか、人口自体はやっぱ多くなる。でも芸術ってもっともっと狭いぞっていうことを分かった上でやっていかないといけないと。だから厳しいんですよという。で、まずその入り口のところ。
厳しいということだけは理解しておいてください。で、その上で、芸術とか美術というの中で、そこでよりこう自分の好きなことをやって、それが人に売れるってなるともっと難しくなってくる。当たり前のことじゃないですか。ということがあるわけですね。だからその辺っていうのをなんか勘違いされないでほしいなと思います。だから技術的にすごくこう達者だから売れるのかというとそうでもないかもしれないし、すごく面白いことをしてても誰もやってないことってしててもじゃあどうなのっていう感じかもしれませんし、もうその辺っていうのはすごくこうまた間口が少ない中でやっぱりこう見つけてもらうということをしていかないといけないので、非常に難しいんじゃないかなというふうに思います。じゃあその中でもじゃあそのファインアートと呼ばれるようなジャンルで、本当好きなことを手にして、仕事をしていく上においてどの辺をポイントにしていけば、私なりにですよ、偉そうに喋っておっさんとか思ってはると思うんですけども、私なりにちょっとずっと長らくこう分析してきたところの研究みたいなのを少し、皆さんにお聞きいただければなと思います。で、いくつかポイントとしてあるのは、やっぱり若いうちの方が僕はチャンスは多いとは思うんですね。で、その継続するということがやっぱり大事です。継続する。で、これがないと、例えば何か応援していこうと思ってももう1年で辞めましたとか2年で辞めましたとかさっと辞めてしまったりするとなかなか応援しがいがないと。で、絵を買うっていうことっていうのは本当にそういう投資というわけではないけども、その応援していくというために、必要な部分ですよね。で、例えば絵を買うっていうことを少し皆さん自分たちで描かれてる人は自分でこう買ってみるってことをするとすごくよくわかるんですよね。どういう絵を買おうかなっていう自分の好みとかもわかると思うんですけども、どういうのが好きとか分かってくるんですけども、やっぱりね、継続してもらった方が嬉しいですし、その人らしさとかその人から何か、例えば花を買うと、生の花を買うと。で、今造花ってものすごいこうレベルが上がってるの知ってます？ものすごいレベル上がってますよね。でもやっぱり生の花、生花の方がやっぱりと。でも花の命はすごい短かったり、その短かったりするのもまたいいし、また造花のすごいレベルが上がってきてる。でもやっぱ生の花がすごいなんかいいぞってなるのは、なんかこう人間の心理なのかよくわかりませんけども、絵ってそういうようなところがあるんじゃないかなと。印刷物とまた違うような絵画とかっていうのはそういう、もの、ファインアートっていうのはそういう、一点物であって、一つ一点のものを買うということだったりするので、そういうこう何かこう生のものみたいなものを買うというか、もうそれをこう吟味して買うということはやっぱり買う人にとってもすごくこうステージが上がっていくわけですよね。もう目利きとか目をどんどん超えていきますし、でそれをやっぱり買われる人って楽しんでたりもすると思いますし、作る側もやっぱりそういうこう気持ちでやっぱり制作に挑んでいかないといけないんじゃないかなと思うんです。それで継続というのをしていかないといけない。これはすごくまずもう大前提としてあります。例えば大学とかに入って4年間も勉強してもなかなか僕の経験上こう継続できていく人っていうのはなかなか少ないんじゃないかなと。もうほんと 10% から5% ぐらいなんじゃないか、もっと下手すりゃ少ないかもしれないと。やっぱそうなってくるとどんどんこう減っていきますし、だから例えば仕事についてもコツコツちょこちょことできていく人っていうのはやっぱりこう生き残っていくかもしれませんので、少しそういうこう継続をしていくという第一には続けていかれたいという人とか、売れていきたいなという人は必要やないかなというふうに思います。そしてその作家さん自身、自分自身がどういう位置にいるのかっていうのをやっぱりしっかり理解してほしいんですね。これすごくこう大事で、どういうことですかって、ただ好きなことやってますって言うとやっぱり趣味なんですよ。で、その売れるってなってくるとやっぱりプロなんですよね。で、そこの差っていうのはちゃんと自分の位置、ポジションっていうのが分かっているかっていうことですね。このポジションが分かるってすごく難しいかもしれませんけど、やっぱり美術史とか美術とか芸術とかの歴史の中で自分がどういうあれにあるのかっていうことを少し知る。もう本当にこう細かくマニアックに知る必要までは僕はないと思うんです。それは美術史家とかのお仕事やったりするので、ちょっと自分のポジションみたいなのを美術の中の歴史で言うとこういう抽象表現主義の中のこういうところあたりにあるのかな、そこをもう凌駕してこういくんやとか知った上でそういうのを分かっているか、そしてそういうことをちゃんと自分の口で話せるか、こ
これ結構多いんですよ。ね、最近はすごく減ったかなと思うんですけど、昔はもう絵が語るんやから俺は何も喋らんっていう素晴らしい考えの方もおられたと思うんですけど、ね、じゃあ買う側の立場になってみてください。なんやろな、この絵、なんやろなって。多少なりとも入り口ぐらいはやっぱり話してもらわないとなかなか難しくないですか？これすごくこう、絵が語るんやから俺たちは何も喋らんっていうのが芸術家だったのかもしれないけど、おそらくそういうのはないんじゃないかなというふうに思うんですね。やっぱりこう、今歴史に残っている人たちっていうのはある程度少しずつの言葉でもいいと思うんですけど、何かを伝えていけているような、自分の位置を分かった上でしっかりその辺を話せるということができるかどうかということがやっぱり売れるということにつながってくるんじゃないかなというふうに思います。別にこう富士山を描いたから売れるとかバラを描いたから売れるとかっていうことではなくね、そんな気がいたします。で、そのあたりの自分のこと分かって説明できるかと。で、最後はやっぱりね、僕は基本的にはもうこれやと思ってます。愛やと思います。いろんな意味で。自分のまず絵が好きになる、自分自身の絵が好きになる、そのためには、そこに対する、努力というとなんかすごくこう言葉はあまりね、あれなんですけども、やっぱり自分自身が面白い、好きやとか、かっこいいとか、そういうこう何か、作品に対してズボーンとこう入れれるかっていうことが大事で、なんとなくこうね、やってますっていうのに、じゃあ対価を払うかというとなかなか払わないでしょ。多分そういうのをしっかりと自分自身の作品に入れ込めていけるか、そして自分自身の位置が分かりつつ、その作品に。だからすごく上手な絵が売れるかというと僕はそうでもないと思っていて、その人自身の何かが出ていたりするだけでもいいかもしれませんし、ね、ちょっとすごくこうなかなかこう革新的なことというのは言えないんですけども、うまいから売れるかというとそうでもないかもしれません。なんか誰でも書いてるようなものとか面白くないとかって言うたら、これなかなかこれ難しかったりするじゃないですか。もちろん上手は上手でいいんですよ。でもその人しかできない色使いとかタッチとかなんかとかってあるかもしれませんし、そういうのができるかどうかっていうこと、そしてやっぱり愛を持って愛を持って描けるかなっていうことが非常に大事なんじゃないかなと。でこれと似てるか似てへんかちょっとわからないですけど、僕よく言うているのはやっぱ変態であってほしいね、その人自身がやっぱりその先ほど言ったような本当にもう 10% ぐらいの人口の中の、また買う人っていうのは 2% か 3% で、その中のまた 1% か 2% かもう 0. 何%かっていう風にどんどんこうなっていくじゃないですか。もう買うというところまでいける人って。でその人のこうね、心にピンと触れるかどうかっていうと、書いている人がなんとなくやるんじゃなくて、俺はこれが好きやとか俺はこれがおもろいんやとかズドーンとかっていけるかどうかっていうところがポイントで、別にこうみんなに大衆に受けるようなものを作る必要は全然ないと思ってます。みんなに受けるようなものを作ろうと思ったら、なんかこう例えばデザインとかでも全部がこう淘汰されていったような、なんかこうみんなに受けるようなデザインとかになってきたりすると思いませんか？僕はちょっとよくわからないですけど、例えば海外とかの車とかでうわなんていうデザインやとかっていう車があったりしますよね。でも失礼ですけど、やっぱり日本の車はなんかデザインが似てるけど、あの会社おもろいぞとかキラッと光ったりするじゃないですか。なんかこうやっぱりそういうところでデザイン的なこととかを考えていくとこうどんどんなっていくけど、本当にこうその人自身に投資するという、アートとか芸術って個人に投資するようなものだから、どちらかちょっとすごくこう先進的で尖ったようなものとかっていうのに対して、投資するということが僕は多いと思うんですよ。なんかこうみんながやってるようなものとかっていうことになるとどこにでもあったりするから、それじゃ淘汰されていきますので、やっぱりこうそういうこう個人にっていうことを考えた時に、その人自身がやっぱり多少自分のこだわりとかものすごい強くて、変態という言葉を一番シンプルやから濃いやなこれ、変態という言葉をよく使ったりしてたんですけども、やっぱりどっかでグッと尖っていく、それのためにはやっぱりちょっともう本当バカじゃないといかんと思います。ちょっとこうこれを誰にも受けへんくても僕は作品をちゃんと説明できて、でそれに対して作品に対して愛を持っていてとかっていうことができるかどうかやからなっていうふうに思ったりします。からその辺っていうのは本当に好きなことをやってご飯を食べていくっていうことはそういうことなんだぞと。だからちょっともう本当にこうアントニオ猪木詩集バカになれという本がありましたけども、ポエムですね。もうなんか僕本当にそうやなと思う、もうバカになれってねあったんですよ。でそういうようなところがあるかどうかっていうのが結構大事なんちゃうかなというふうに思います。
もう最後は、本当にこう、自分しか信じれないですからね、とりあえず。そして、なんかこう、ファンになってくれたりとか、応援してくれるような人をすごく大事にしていくということもやっぱり大事ですので、その作品というのが応援されるようになってきたら、やっぱり SNS とかもやっぱり使っていかないといけないかなと。ただ垂れ流すように自分の作品をどんどん載せていくというだけじゃなくて、プラスアルファ先ほどのように自分の位置とか、ポジションとかっていうことであるとか、今の力であるとか、作品の説明であるとか、そして続けていく。ね、ただ1枚2枚 SNS に上げただけじゃちょっと難しいので、プラスアルファそこのところ、この作品っていうのはこうなんですよ、ああなんですよとか、こういうとこ難しかった、面白かった、こうですよ、ダメでした、失敗した。そういうところも含めてなんかこう自分自身というのをも含めて、とこうプロモーションできるかなっていうところも大事な時代になってくるのかなというふうに思います。最後は本当にこうなんていうか最後に皆さんにお伝えしたいのはね、基本的には皆さんの生活の中に絶対に必要なものっていうのは衣食住、食べるとか着るとか住むとかなんですね。で本当に芸術とか美術とかっていうのは本当に2の次3の次4の次ぐらいかもしれません。音楽とかやったらね、ほとんどの人今まで 30% から 50% はだいたい聴いてるでしょとかね、芸術の中でも音楽とかやったらそうかもしれませんね。クラシックとかなってくるともっとこう間口は狭くなってくるかもしれません。アニメとか漫画とかやったらね、30から 30% ぐらいはあれちゃうかとか、ゲームとかやったらそうちゃうかとか、本当に美術とかね、アートとかって呼ばれるのって本当に 10% 以下、もう 5% とか、もうそんなもんちゃうかっていうようなとこなんです。だからそこのところですよと。そこに本当にこう自分自身しかできないものを作り出して、それをね、買ってもらうということは、やっぱ、相当ハードルが高いと。でもそれでも好きやし、やりたいっていうのはもう本当にバカになって、変態になって継続をしていってくれたら、何か面白いものになるんちゃうかなというふうに思います。私もそんな感じのタイプの人間ですので、皆様と共に一緒に頑張って成長して楽しんでいけたらなというふうに思います。ということで今日はちょっと刺激的な内容でございました。鼻水がよ。チャンネル登録はチャンネル登録はチャンネル登録はチャンネル登録よろしくね